刻をするということは遅刻の数だけ信用を失うことをしますよって話をよくしてるんですよ。目の前の仕事で結果を出すっていう意識が大事ですと。本当にビッグチャンスを持ってくることになるので、はい。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容を話しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、今日もお願いします。お願いします。今日のテーマが信用信頼という、ちょっと気になるキーワードをテーマにお話をお伺いしたいんですけど、これはあれですか、ビジネスにおけるとかそういう？そうですね、人生もそうですし、ビジネスもそうですし、人生良くなるシリーズみたいなのとか。良くなるシリーズ。はい。聞きたいです。弊社ですね、クレドとか、基本的にはアップルフィロソフィーということで、理念体系をまとめてるんですけど、もともとクレドみたいなのをすごく作っていて、その中の一文でですね、あるんですけど、信用信頼やっぱ大事ですよと。それは何かということなんですけど、時間にルーズな人間って信用されないですよねと。されないですね。なぜならやっぱり約束を守れないからだと。仕事って全部約束で成り立っていると言っても過言ではありませんと。だから約束を守れない人に大事な仕事は任せてもらえないと。なんかたかが遅刻じゃないんですよね。時間もね、大事なお客様とか取引先とかとの約束なんで、遅刻は絶対にしちゃいけないよと。意地でも遅れるなよと。遅刻をするということは遅刻の数だけ信用を失うこと、そういうことを忘れちゃいけないよと、みたいな条文があったりとかですね。とにかく信用信頼の大切さを説いてるんですけど、そもそもまず信用信頼って何なのかということなんですけど、信用っていうのは過去に対しての評価であると。過去に対しての評価。信頼っていうものは未来の行動に対してのものであると。なので信用っていうのは日々コツコツと積み上げていくもの、物理的な実績みたいな話ですよね。この信用が積み上がると信頼になると。こっちは精神的に信頼すると。そういうことなんですけど、じゃあそれってどうやって積み重ねるんだっていう話で、細部に至る小さい積み重ねによって気づかれるものなんですよね。気をつけるポイントって、すぐにやるとか、遅刻しないとか、挨拶とか笑顔とか、細かい気配りですね。あと確認とか、身だしなみ見た目とか、お礼とか、そうですね。細かく言えばきりがないんですけども、そういう小さいことを日々しっかりやると。これが見えないところで信用となって積み重なって信頼されるんですよ。だからこういうことを気をつけると本当に良くなるんですよね。すぐやるっていうのも、例えば返事くれるとか、もう本当にこういうことでもそうですし、すぐやってくれるっていうのはすごい大きいんですよね。そういうことを細かくできるようになった方がいいと思います。得しますよって話をよくしてるんですよ。なるほど。あとみんな勘違いしそうになるのが、信用っていうものは見えないところで積み上がってるんですけど、積み上がったからもういいやと。何もしないと減っちゃいますよと。だからやり続けるってことが重要。信用を積み続ける。これを失わないようにやっぱ積み続ける。どんな些細なことであってもやっぱ日々信用を積み上げるっていう、それがやっぱ一流の人がやってる習慣かなと思うんですよね。確かに。例えば時間に関しても、時間に遅れるっていうことは、その対象の相手をリスペクトしていないっていうことになりますよね。相手の時間をもらっているという意識、貴重な時間をもらっていることに対する感謝。やっぱり逆に時間は貴重ですから、その時間を無駄にするっていうことは相手への無礼ですよね。挨拶一つとってもそうで、気持ちよく挨拶するとか、目を見て挨拶するとか、そういうことを当たり前のようなことなんですけど、このようなこと結構しっかりできない人多くてですね。確かに。しっかりできるだけでいいんですよ。挨拶って、これも紐解いていくと、挨拶っていうのは人間関係を作るものとか、そういうふうにあるんですよね。だから、挨拶をしっかりするってことは、その人との人間関係を維持向上したいっていう意思表示。逆に挨拶をしっかりやらない、目も見ないとか、ボソッと言うとか、これってある意味裏を取ると
あなたとは別に関係よくなりたいわけではありませんよ。むしろ悪くなっていいですよっていう意思表示になり得ると。ここまで考えた挨拶を受けている人はいないですけど、本能的にやっぱそう思ってる人多いですよね。確かに。だから挨拶ができるできないで、結局仕事ができた時に評価されるされないの感情はちょっと前後しますよね。正直。そうかもしれないですね。評価っていうのは、その会社によって何を評価するとか、いろいろありますけど、人対人で考えた時に、あの人はああいう人だよねみたいな、仮にこれを評価とするならば、結局これって成果と行動で多分評価されてると思うんですよ。だとすると、成果と行動の中に時間を守るとか、挨拶しっかりするとか、すぐやってくれるとか、こういうことが絶対入ってくると思うんですよね。だから僕がよく言うのは、ノンバーバルなところもちゃんと配慮しましょうと。相手と話すときは目を見るとか、顔を見るとか、相手の話を聞くときはちゃんと聞く姿勢を取るとか、なるべくニコニコしようとか、そういうことをやっぱ結構気をつけるっていうのが、信用を積む実は本当に基礎だったりするっていうことですよね。身だしなみも一緒で、やっぱりこういうところもしっかりできてるかできてないかっていうので、実はその印象変わってますよと。やっぱりふさわしい格好っていうのがあったりとか、もっと言うと逆にふさわしくない格好を絶対やっちゃいけないとか、こういうところでもやっぱ見られてる。この人ああいう人なんだろうなみたいな、絶対インプレッション持たれてるっていうのを考えた方がいいですよね。なるほど。だから高いもの着ろとか、いつもじゃあスーツでいればいいんですかっていうことではないんですけど、例えば清潔さをなるべく保つとか、清潔なのはやめようとか、着るときはしっかり着ようとかですね。あと行動として主たるもので言うと、やっぱりどんな仕事であっても目の前の仕事で結果を出すっていう意識が大事ですと。どんな仕事でもやっぱりそこに意味を見出して一生懸命取り組むことで未来が開かれることがありますと。人がやりたがらない仕事ほどやった分だけ差がつく可能性もあります。この思考はとても重要なんですよ。目の前の仕事に一生懸命、取り組む、その行動を続けていればいずれ結果出るんですよね。例えばじゃあ掃除をしなきゃいけないと、トイレ掃除だってなった時に大体二極化するんですけど、ある人はトイレ掃除かよ、やりたくない、なんで俺がトイレ掃除なんかしなきゃいけないのっていう人と、別にトイレ掃除だろうが何だろうが与えられた役割だから一生懸命やる人、これ大きな差が生まれるんですよね。この前者のスタンスでやるとやっぱり綺麗にならないんですよ。綺麗にならないし、ブツブツ言っちゃったらそれって広がっちゃうんですよね。そういうのが巡り巡って仕事選ぶんだこいつと。やっぱ微妙な仕事触れないですよね。そうかもしれないです。振られない人からすると、そんな微妙な仕事いらないです。俺はいい仕事欲しいんですって言うかもしれないけど、いやでも微妙な仕事も含めて全部しっかりと結果出していかないと、いい仕事なんか回ってこないですよ。だからやっぱ慢心するのはやめましょうよと。何であったとしても自分がやらなければならないこと、与えられた役割とかっていうのはやっぱり一生懸命こなしましょうと。こういう習慣とか思考の癖が本当にビッグチャンスを持ってくることになるので、なるほど。気配り、信用の積み重ねで引き上げられた例とかっていつも言うんですけど、豊臣秀吉とか有名な話があって、まだ豊臣秀吉が全然下っ端の時ですよね。寒い夜に織田信長が下駄を履こうとしたら下駄があったかくなってたんですよ。信長は多分そこに腰掛けてたんじゃないかと、座ってたんじゃないかと思って、おいと、お前これ腰掛けてただろうと、俺の下駄にと咎められると、当時の秀吉藤吉郎ですね、次のように言ったわけですよ。寒い夜だから、懐で下駄を温めておりましたと。信長様が下駄を履いた時に寒ってならないように温めてたんです。よく見ると藤吉郎のお腹には下駄の跡がしっかり残っていたと。信長はそれに感心して、それ以降やっぱり目をかけてたんですよね。これが有名な逸話あるんですけど、
そういうことがやっぱできたから、ね、目をかけられて、引き上げられていって、最後あれだけになったわけじゃないですか。なるほど。と思うんですよね。うんうん、でも普通の人はこんなことしないんですよ。こんなことしなかったら目もかけられないんですよ。そしたら大きくなれるわけがないんですよね。ここで言いたいことってね、やっぱりそういう気配りが効く人っていうのは、やっぱり目をかけられるし、チャンス巡ってくるんですよね。とある経営者なんかもですね、下足版を命じられたら日本一の下足版になってみると。そうしたら誰も君を下足版にしておかぬというような言葉を残してるんですけど、トイレ掃除もそうだし、例えば楽天の三木谷さんとかもね、本の中で長銀に新卒入った時にコピー取りの仕事になって、そしたら日本一のコピー取りになってやるって言って、すげえコピー取りになっちゃったわけですよ。そしたらほっとかれないわけですよね。お前じゃあ次これやってみろと。やっぱりそうなるんですよ。だからたとえつまらないと思われる仕事でも、完全にやり遂げようとベストを尽くすと、必ず現在の仕事の中に次の仕事の芽が培われてくるんだと。なるほど。そして次の仕事との関係や道筋が自然と開けてくるんだと。だからこれを考え方もうちょっと広げると、お礼とかすぐにやるとか身だしなみとか、そういう細かいことってやっぱめちゃめちゃ大事ですよですね。だから僕もやっぱりそう早い人とかすぐやってくれる人ですよね。とか挨拶がしっかりできる人とか、考え方が常にポジティブ、どんな時でも人とか、小さな仕事でも進んで行う人とか、そういう人ってやっぱ結果出世してますよね。稼いでますよねみたいな、すごく思いますよね。だから本当に本当に小さなことの積み重ね、当たり前のようで当たり前でないことをしっかりやり続けるということがいかに信頼されるかということなので、ちっちゃいことだからバカにせずにとか、こんなことって思わずにやっぱやり続け、しっかりとやる、こういうことを本当にやり続けて、時間も守るの、例えばね、1年あったとしたら時間を守るっていう多分トゥードゥがすごい数が出てくるんですけど、それでも全部守ったら見えないところでやっぱ信頼になってますからね。確かに。昔はやんないとダメだよなんですよ。でもそれを強制的に教えられてきたんですけど、今ってあんまり言うとね、ちょっと微妙というか、言わない人も多くなっちゃったから、若い人も知らないっていうことが結構多くて。なるほど。で、なんでやんなきゃいけないんですかって下手したらなっちゃうんですよね。でも、なんでやらなきゃいけないんじゃないですかっていうんじゃなくて、やった方がめちゃめちゃ得しますよと。でもやんないと気づかない間に損してる可能性がありますよと。もったいないよって遠北社内で言うんですけど、逆に言うとだからできない人が多くなった今だからこそ、できてる人がめちゃめちゃ重宝されるんですよ。そうですね。それは本当に思います。そんなことで評価しないでよって言うかもしれないけど、でも実際みんな評価してますよ。他の動画でも話しましたけど、アップルさんは本当目を見て挨拶するっていうのは徹底されてるじゃないですか。そうですね。割とそれは浸透してるということで嬉しいお言葉ですけど。僕、一番最初にオフィス伺った時びっくりして、会う人全員がしっかりと目見てお辞儀してくれて、その浸透ぶりにちょっと驚かされましたけど、でもやっぱ気持ちよかったです、めちゃめちゃ。信用信頼の大切さと、信用は日々の小さな積み重ねで築かれる。すぐにやる、時間を守る、挨拶するの基本的なことが大事。信用が積み重なれば信頼され、大きなチャンスが巡ってくると。結局成功する人は当たり前のことを徹底的にできる人です。小さなことを徹底することで信頼される人になろうと伝えたいと思います。はい、ありがとうございます。信用と信頼の言葉の意味をすごく今日は理解できました。日々の積み重ねが実は一番大切なんだよっていうところをちょっと今日は分かったのですごく勉強になりました。ありがとうございました。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになっています。この動画が気に入った方はぜひいいねやコメントをお願いいたします。